はい、始まりました。今回は大人気シリーズ黒炭編になりますはいはいはい。まあこれ結構人気みたいで再生数も結構いってて、はい。まあ、タイトルを見ていただければ分かると思うんですけど、これから黒炭の統率者を始めようと思ってる人におすすめのカード10選になります。パチパチパチ10枚、はい、黒炭のカードを選んできました。はい。まあ、黒炭で、まあ、高いカードで言いますと致命的なはしゃぎ回りとか、レイクオブザデッドみたいなカードがあるんですけど、あとまあヨーグモスいる黒炭じゃねえだろっていう黒炭ではまあ入ってるけどねみたいなね。なぜか、黒炭の人あんま関係ないのに一番使ってますよね、ヨーグモスいる黒好きな人が一番使ってるっていうだけどあんまり役立たねえんだよねまあそれはちょっと変えませんので、これからやる人は変われないと思いますので、はい、紹介はしないんですけど、はい、まあ、それ以外であと定番のところも割愛させていただくんですが、例えばデモ中であったり、再活性であったり、敵対工作員、みたいなカードは割愛させていただきます。はい、はい。で、まあ、そういうのはうちでわざわざ紹介しなくてもそうです。いいでしょうと。知ってるでしょっていうのが、あとこう貼れるやとかで見てくださいと。見てくださいっていうあと黒炭で有名なコンボ、例えばボーラスコマっていうコンボとかあるんですけど、はい、あとは他にも墓所バイトフ役者の釘台、それも一回ちょっと割愛させていただきまして、あとムカつきとかも割愛させていただきまして、ムカつきとかアビスとか置いときまして、それ以外で10枚選んできました。はい、はい。でそれを今回は僕ではなくまたですかみたいなねティムさんに紹介していただくという形になりますんで、大体ねMTG プレイヤーの得意な色と不得意な色が、ね、ありますからあるんですよ。一応まず紹介できないことはないんですが、満を持しましてちょっと万全を期してちょっとお願いするという形ではい、はい、まず1枚目からいきますか。はい、はい。黒のあくまでその役割として特徴的なものを、まあ順番に選んでいくという形になるんですけど、はい、黒は結構ドローはね、ドローできますよね。ドローは強いですよね。ライフを失う場合もあります。ライフを失う場合がほとんどですが何かを失う場合がほとんどなんですが、ドローは結構強力なものが揃っていまして、はい、その中で選んだ1枚です。はい、よみがえりし悪夢ブレイズですね。はい、になります。だからプロモかなんかに今回ねなってましたよね。参加の。はい、で、こいつは3マナの3/3で、はい、伝説のクリーチャー、はい、あなたの終了ステップの開始時にアーティファクトやエンチャントやクリーチャーや土地やプレインズウォーカーのうち1つを生贄に捧げてもよくて、はい、そうしたら各対戦相手は同じのをサクるか、はい、そうしなかったらブレイズのコントローラーがカード1枚引いて、はい、生贄に捧げなかったプレイヤーが2点のライフを失うという効果になっています。はい、そうですね。要は僕がサクったやつを相手もサクってくれと、そうしなかったらこっちはドローしますよっていうことですよね。はい、でこいつ何が強力かというと、はい、統率者の場合当然対戦相手3人いるんで、3人いますから、はい、3人いるんで、はい、なんか適当なアーティファクトとか1枚サクると、はい、かなりの高確率で、はい、3枚ドローできると。なるほど、はい、いう異常なドローエンジンになっています。かなりドロー結構強いですよね。こいつは強い結構捉えられるとうげーってなる黒だったら、そうだってどうせサクれない人いるから、なけなしでサクったとしても、はい、取られてることには変わりないので、基本的には3ドローのカードですよね。そうですね。だからこいつを処した方がいいっていうね、対応になるカードです。はい、はい、まあ多分黒のカードの中で継続的なドローエンジンとしてはこいつが最強で、しかもそんなにお高くないんですよね。めちゃくちゃ安いです。はい、はいはい、で次のカードに行きます。はい、はい、黒の特徴としては、次に除去ですよね。まず黒は除去が強いですからね。黒は除去が強いです。はい、で、数ある除去の中で選ばせていただいたんですが、黒炭ということで選んでおります。お毒というまさかの古文のカード僕初めて聞いたんですけどね、これこれは黒1マナのインスタントで、クリーチャー1体対象として、あなたがコントロールしている沼1つにつきマイナス1マイナス1修正をかけるという呪文です。
はい、はい、黒単なので当然土地はほとんど沼になります、なりますね、一部の土地を除いて、なのでこれは普通に出ている土地の数分、マイナス修正できるような呪文になっていますので、破壊ではないですから。なるほどなるほど、それ重要ですよね。はい、重要です。破壊不能ってざらにいるんでマイナス修正というところが非常に重要です。なるほどなるほど。なのでこれを選びました。当然古文なので。なるほど、めちゃくちゃ安いですよこれきっと。安いです。黒単ならこれは強いです。なるほどなるほど。次のカードいきます。これも除去ではあるんですが、ちょっと特殊なカードになります。大群への求人。2マナのソーサリーで、対戦相手がコントロールしているクリーチャーイッターがエンチャントを対象として破壊して、そのパーマネントの点数で見たマナカーストに等しい点数のライフを失うというカードです。これなんで選んでるかっていう話なんですけど、状況で言うんだったらね、明らかに弱いですよね。明らかに弱いんですよ。でもこれ入れざるを得ないんですね、黒って。そうですね。なぜかというと、エンチャントにほぼ触れないんで、ましてや選んで破壊するカードはこれしかない。ほぼこれしかない。それ以外だったら無色のカードになっちゃうということでございます。取り回しが一番いいのは結果的にはこれになりますので、黒単だったら必ず入ります。入りますね。当然古文だし、めっちゃ再録されてるし。めっちゃ再録もされてるんですよねこれ。当社デッキに絶対入ってますよね、黒絡み。入れてくれということなんですよ。というカードになります。次のカードに行きます。次は除去の中でも全体除去になります。さっきお読のところで話したんですけれども、黒はですね、ほぼ基本土地になります。採用する土地が、その基本土地をですね、間接のにしとくことももちろんできるんですね。なぜか黒単の人は間接の沼なんでなんだろうなっていう、大体間接の沼になってると思います。結構いますよね。これはこのカードのためなんですが、真冬というカードになります。これは3マナで、あなたがコントロールしている間接の土地の枚数分だけ全体にマイナス修正をかけるというカードになっています。普通の全除去よりマナコスト軽い上に、マイナス修正で、やっぱりさっきと一緒で破壊じゃないんで、ほとんどのクリーチャーを処せるという形になっていますので、黒単だったら強く使えるので、確かに、これはおすすめのカードということになります。お値段もしないです。なるほど。次のカードに行きます。次はですね、これも何回も繰り返し言うことになってるんですが、土地は基本土地です。基本土地、土地は基本土地だと、黒単は強く使えるカードが結構あるんですけれども、墓所の会になります。これは4マナのクリーチャーで、リンクのしみじはないけど、微妙な能力ついてるんですが、それを置いときまして、強制ですよね。強制がついてる。で、あなたがマナを引き出す目的で沼を1つタップするたび、もう1マナ、黒マナを加えますよ、という能力です。これ系の能力を持ったカードっていうのは黒のカード何枚かあるんですが、その中で墓所の会が一番マナコストが小さい、使いやすいカードということになっています。これも土地がやっぱり基本土地揃ってるからこそ強力に使えるカードなので、単色だと強く使える、優秀なカードということになります。強制は一応能力説明しておきますと、一応呪文一つ唱えるたびに、白マナか黒マナ払ってよくて、そうしたら各対戦相手から1点ずつ吸って、吸った分のライフを得る。これ僕最初に見た時にこれ白入ってんじゃんと思いましたよね。よくみんな間違えるんですけど、これ注釈分なんで、入ってるんだけど入ってないっていう扱いなんですよね。これ注釈分なんで、注釈分だとセーフだっていう。そうなんですよね。よくわからないですよね、確かに。能力には書いてないんで。じゃあ次行きましょうか。次ですね、黒特徴的な効果として万能サーチ、なるほど、何でもサーチできるよというところがありますよね。サーチできるカードいっぱいありますね。サーチできるカードいっぱいあります。ただ土定番のものは割愛させていただきましたと。しました。それ以外のところで黒単で強く使えるという意味で選ばせていただいたサーチカードになるんですが、霊廟の秘密になります。これは2マナのインスタントで、あなたのライブラリーから、点数で見たマナコストがあなたの墓地にあるクリーチャーカードの枚数以下である黒のカードを探して、手札に加えるという呪文です。
大体ですね、黒タンって墓地行きますよね。行きますよね。いろんな理由でクリーチャーサクられちゃったりしちゃって、墓地に何体かいるんですよ。で1でも2でも2マナでインスタントでサーチできるっていうのは強力なので選ばさせていただいたと。なるほど、確かに確かに。いう形になります。大体これ僕のイメージだとデモコン持ってくるカードのイメージがあるんですけど、でも黒タンだとですねデモコン持ってきても結構いきますよね。何も意味ないんですけど1だったら例えば墓所場へ持ってくるとかね、なるほどなるほどなるほど、できますので、十分強く使えるカードということになります。はい、もう一つですね、サーチなんだけどちょっと趣旨が違うサーチ、黒のカードではありまして、サーチして墓地に置くっていう種類のカードですね。何枚かあります。その中で、ちょっとノーボは置いときまして、ノーボはちょっとねいろいろあるんですが、ノーボしてね、ちょっとノーボはちょっと定番すぎるから置いとこうかって話になったんで、それ以外でいいカードというところなんですが、無名の墓ですね。この呪文はソーサリーなんですけれども、2マナであなたのライブラリーから伝説でないカードを1枚探してあなたの墓地に置くという呪文です。伝説でない、伝説でない、LED を落としちゃうまた違う話しちゃいますけどねみたいな風に使われるカードなんですけどね。いいですよね。結構伝説でなければ何でもいけるんですよね。何でもいけます。クリーチャーである必要もない。それがいいですよね。大体ルーン傷の悪魔とかね、なるほどね。そういうのを落として再活性してみたいなムーブが多いかな。それでいうと今ノーボする話とか墓地の話したじゃないですか。一応釣り竿の話もしようかなっていう話もあったんですが、釣り竿はほぼ確定で45倍でもうベタなやつしかないので割愛させていただいたということですよね。そうですね。で上の墓でノーボしていくと。そうですね。で次のカードいきましょうか。次のカードいきましょうか。で黒ってですね、今まで話させていただいたようにドローとか状況とかマナ加速、サーチみたいなのは強いんですけど、要は基本的に攻めていくカードしかないんですよ。ドブンするとそうなんですね。ドブンしていくしかないなくて、基本的には妨害入れようと思ったら大体無色のカード入れるという形になるんですけれども、ドブンしていく都合で必要なカードになってくるんですが、また脅迫ですね。ドゥレスのことですよね。そうですね。皆さんが知ってるドゥレスですよね。これみんな知ってるドゥレスで、定番のカードだって言われたらそうなんですけど、統率者で定番とは言えないかなと思ってご紹介させていただくんですけど、効果はもうこれ MTG プレイヤーなら定番カードすぎて知らない人いないので割愛させていただくんですけれども、脅迫ですね。これなんで必要かっていうとですね、これ前方確認するようなカードなんですね。これが実は統率者だとかなり強いんですよね。そうですね。というか黒タンだとこういうの入れないと勝てないんですよ。コンボを決めに行こうとした時に、打ち消し構えられたら、きついから、打ち消しもう1人ぐらいで、そのコンボをいけるタイミングに なるぐらいじゃないといけないってことですよね。そうですね。であの人明らかに構えてるなっていうところに対して、脅迫を打って前方確認をする。なるほど。そうですよね。でハンド切れた妨害ないじゃんとなったら、もしくは打ち消しを抜けた。いや打ち消しあったら打ってくるからこれにね、これに打ち消しってまず 1枚消せたぞって、それだけでも通る確率だいぶ上がってるんで、上がります。で走ってくださいと。そうですね。仮に前方確認できなかったとしても、そうですね。それしかないんで。でもそれしかないですもんね。手段として黒タンと手段としては。これが一応1枚入ってくるということになりますかね。そうですね。次のカード。若干特殊なカードになるんですが、同じような感じで相手が妨害してきましたコンボに対してというシチュエーションで使うカードになるんですけど、こいつに関してはインプのいたずらになります。最近安くなったカード。こいつはですね、2マナのインスタントで対立の対象を持つ呪文1つを対象してそれの対象を変更しますと。で、あなたはその点数で見たマナコストに等しい点数のライフを失うという呪文になっています。ですのでこれの使い道としては、コンボしに行きました、カウンター系の呪文を打ってきました、
そしたら、そのカウンターの呪文に対して打ち込んでいただいて、その対象を変更していただくと。除去を打ってきたのをずらすこともできますよね。できますね。はい。という呪文も少ないですからね、黒は。これしかないんじゃないかな。一応、例えばマラキールの祭壇みたいな。ちょっと意味が違う。こともできるんで、こういうカード使わなきゃいけないぐらいちょっと妨害に対しては弱いので必要になってくる。黒単だったらこれが必要になってきますよね。そうですね。はい。で、次も最後になるんですが、特殊なカードになってまして、10枚目の特殊なカード、10枚目の特殊なカード、追放の加護というカードでございます。はい。これディオさんご存知なかったみたいなんです。ご存知なかったですね。はい。黒にもですね、カウンターがあるんですよ。なるほど。はい。で、この呪文はですね、2マナで、まず追加コストとして3点のライフを支払う必要があるんですが、2マナ3点、インスタント。で、これはクリーチャー呪文1つを対象としてそれを打ち消すという呪文です。なるほど。しかもお安いですよね、これ。お安いかもしれんけど売ってねえんだからお安いけど売ってない。なるほど。お安いけど売ってないのか。売ってないですね。あったら持ってない方は一応買った方がいいです。これしかないんで。黒だったらおすすめだと打ち消すカードがあるんですね。そうですね。当然黒だったら出たクリーチャー除去すればいいじゃんっていう発想もないことはないんですけれども、出た時点でゲーム終わっちゃうクリーチャーいるんで、鳩場みたいな。そうですね。鳩場みたいなやつは除去とかもう関係ないんで、クリーチャーを打ち消せるのを1枚忍ばしとく。だけどもカウンターなんかないと思って相手は動いてきますから、意外と刺さるシーンがあります。確かに。はい。なのでこれは特殊なカードではありますが、ここでご紹介させていただいたということになります。はい。以上で10枚のカードを紹介させていただいたということになりますかね。はい。どうだったでしょうかね。これもちょっと若干異論反論ありそうなんで。異論反論ありそうなんで、黒単やられている方はこんなカードありますっていう。あるいはあれですよ。そのチョイスはないだろうっていうお叱りの言葉でもよろしい。コメントでもよろしいんで、これ入れてくれよみたいなのがあったらね、なおいいですよね。コメントいただければと思いますんで、あとできればチャンネル登録の方もお願いします。チャンネル登録をお願いしますって言うと、チャンネル登録してくれる方いらっしゃるみたいなんで、チャンネル登録をお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回の動画は以上になります。おしまい。